皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは、数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。現在、数回にわたってミカエリスメンテン式を効率よく確実に導く方法を説明しています。前回のビデオで、不拮抗阻害を考慮した MM 式の誘導を宿題としました。そこで今回は、本式の誘導と答え合わせを行います。1式は、不拮抗阻害が成功して起こる酵素反応の反応スキームを表しています。本阻害では、基質 S が酵素 E の触媒作用により複合体 ES を形成した後、生成物 P へ変換される主反応に並行して、酵素と基質の複合体 ES に対して阻害物質 I が結合し、複合体 EIS が生成する反応が起こります。拮抗阻害の場合と異なり、本阻害において I は酵素の活性部位以外の場所に結合します。いずれにせよ、この結合により ES から P が生成する機会が減るため、P の生成速度が低下します。不拮抗阻害の場合も迅速平衡を仮定する箇所が2つあります。1つ目は、E と S が複合体 ES を形成する箇所です。これにより ES から P が生成する箇所が必然的に立足段階となります。2つ目は ES と I が新たな複合体 EIS を形成する箇所です。ここで記号丸は迅速平衡、山印は立足段階を表します。それでは前回の動画で述べた7つの手順に従って本反応システムに対して反応速度式を導出しましょう。ステップ1では立足段階の箇所に対して P の生成速度式を設定します。これは前回と同じです。ステップ2では全酵素濃度 ET を求めます。3式に示すように本システムでの酵素は有利酵素 E、複合体 ES と EIS の形で存在します。ステップ3では迅速平衡の箇所に対して乖離乗数を設定します。今回の場合、迅速平衡の箇所が2つあるので乖離乗数は2個になります。その1つはミカエリス乗数 Km で、もう1つは阻害乗数 Ki です。阻害乗数を表す記号は同じですが、式中の成分の構成が拮抗阻害の場合と異なることに注意してください。ここで Km の上付き添え字 R は Km が迅速平衡法により得られたものであることを表します。ステップ4ではステップ1で求めた式をステップ2の式で割ります。ステップ5ではステップ3で設定した乖離乗数の式を複合体濃度 ES、EI について解き、これらをステップ4の式へ代入します。これは測定が困難な複合体濃度を式から消すための操作です。式中に測定困難な変数が含まれていたら、これを消すことが実用的な式を誘導する際の常套手段であることを覚えておいてください。ステップ6ではステップ5の式の分子分母から E を除き、両辺に ET をかけて整理します。ここでの操作も測定が困難な有利状態の酵素の濃度 E を式から消すことが目的です。ステップ7では速度乗数 K プラス2と全酵素濃度 ET の積を Vmax と置き、式を整えて最終的な式とします。ここで生成物の生成速度 Vp と基質の消費速度 V は等しいので、Vp を V で置き換えました。いかがでしょうか。簡単に式を導くことができましたね。皆さんの回答は旧式と同じになったでしょうか。
この式が負拮抗阻害を伴う酵素反応の式です。旧式について簡単に考察してみましょう。導かれた式には必ず設定した過程が反映されています。旧式は P の生成反応が阻害物質により抑制されるように構成されているはずです。そうでないならば導いた式に間違いがあります。阻害物質濃度 I が高くなると阻害が大きくなるはずです。I は分母に含まれています。これが大きくなると分母が大きくなります。よって反応速度 V は小さくなりますね。矛盾がありません。次に阻害乗数 Ki の意味について考えましょう。5式の Ki の定義によれば Ki が大きいほど複合体 EIS は形成されにくくなり ES からより多くの P が形成されることになります。すなわち Ki が大きいほど阻害が弱くなることを意味します。旧式において Ki が大きくなれば分母は小さくなります。これは反応速度を大きくします。よってこれについても矛盾がありません。もう一つだけ練習問題を解きましょう。10式は混合阻害を伴う酵素反応の反応スキームです。阻害物質 I は E と ES のどちらにも結合し、それぞれ複合体 EI、EIS を形成します。これらの阻害乗数は異なるため、Ki を下付き添え字1、2で区別しています。同様に E と EI への S の親和性に違いがあるため Km を下付き添え字1、2で区別しています。ここで Ki1 と Ki2 が等しくかつ Km1 と Km2 も等しいとき、これを非拮抗阻害と言います。すなわち非拮抗阻害は混合阻害の特別な場合です。本酵素反応に対する速度式の誘導はかなり難しいですが、皆さんに今教えている方法によれば簡単に答えを得ることができると思います。次回の動画で答え合わせをしましょう。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画までごきげんよう。